はい、皆さん、こんにちは。今日ね、とても暑いんで、ちょっと日本はね、最近めちゃくちゃ暑いんで、こんな格好で申し訳ないですが、ちょっと最近の私の日常の気づきについて話そうと思います。はい。で、私はこの半年ぐらいですね、毎日牛乳飲んでます。牛乳です。牛乳って聞いて、アジア人はね、知ってるかもしれないですけど、分解できないらしいんですよね、牛乳を。要するに乳糖っていうのがあって、ラクトースっていうのは大人になると、ラクトース分解酵素、つまりラクターゼですか。それが出なくなるんですよ、確か。なので、アジア人は、実際私冷たい牛乳をね、たくさんグビって飲むと、お腹が下ったりするんですよ。なので、それ聞いて、なんでそれなのに牛乳飲んでるんだって思うかもしれないですけど、半年ぐらいね、一応その方法を考えて、たどり着いた結論がですね、牛乳 100ml と、ヨーグルト 100g を混ぜて飲むと、お腹下らないんですよ。これについて何なのかずっと考え続けてたんですけど、ちょっとわかんないですね。いろいろ AI とかで調べて、考えられることとしては、そもそもそんなに量が多くない。そもそも牛乳 100ml は大した量じゃないですよね。なのでそれもあるし、あとはヨーグルトと合わさることによって、粘性が高まるじゃないですか。その粘度が。なので小腸にいきなりガツンって来ないので、ゆっくり入るから、それで大丈夫なのかなとか。いろんな理由は考えられるんですけど、でも、大人になってもね、牛乳飲めるんだみたいな。前に人間の乳製品利用の歴史について調べたことあるんですけど、それに書いてあったのが、人類が最初乳製品を食べ始めたのは、それはどっちかっていうとヨーグルトなりチーズなりバターなり、そういう加工されたものを食べていたそうですね。どういうことかっていうと、当時の人類って要するに我々と同じで、別に大人になったらラクターゼ、乳糖を分解する酵素は出ないわけですよ。だから食べられない、腹下しちゃうわけですよね。でもヨーグルトとかバターとかだったら大丈夫だということで、それでそっちを食べていた。で、それをずっと食べ続けた結果、大人になっても乳糖不対でない人類も出てき始めて、でそれが広がってって、ヨーロッパとかでは割と乳糖不対でない人が多いですよね、みたいな。そういう話だそうですね。で、実際私は一人でそんな何世代分の遺伝的淘汰を起こすことはできませんので、当然ですけどね。なのでいくら毎日好きなんですけどね、チーズもヨーグルトも大好きです。ですけど食べても、別に体質が変化するってことはないと思うんですけど、ただ、継続的に食べてることによって慣れみたいなのは生じるようで、確かにヨーグルトとかチーズとか牛乳とか必ずその一日に一つは乳製品取ってるんですけど、そうすると前よりも腹を下しにくくなったかなみたいな感じはあるんですよ。気のせいかもしれないけど。だから体がびっくりしなくなったのかなみたいな。ちょっとそんな適当なこと思ってます。どうですかね。この辺詳しい人いたら教えてほしいですね。今日はそんなお話でした。